いやいや、もう春じゃないですか。おいしょ。わあ、気持ちいい。窓開けて過ごせるっていうのが本当に最高ですね。あー、気持ちいい。春はクロード。最近はクロードとかコワークをどうやって使いこなそうみたいなのをいろいろと模索しています。これは多分僕ぐらいしか嬉しくないんですけど、例えば動画で購入品を紹介した時に概要欄を作るのって結構めんどくさいんですよ。リンクをね、毎度作成するっていうのもちょいちょい手間なんですよね。動画の台本を渡して製品の商品リンクとあと商品名をもう列挙してまとめてくれというふうに指示を出したところ、商品数多いと結構時間かかっていたので、これをもう任せて、で自分は別のことやってっていうことができるようになりましたね。あんまり見てる人で嬉しいことは多くないかもしれないんですけれども、こういった使い方もできるということで、今のところ僕まだ Google Chrome しかコワークでうまく使いこなせてないので、ちょっと他のツールも触れるようになっていきたいなと思います。ということで、おはようございます。なごみけです。週末の Vlog はいつも通り片付けと開封から始まるわけなんですけれども、またね、最近ハマっている調味料シリーズからこんなのを買いました。日水のザクザク食べるラー油エビホアジャオ味と燻製カツオ味です。さあ、これを見て分かる人どのくらいいらっしゃいますでしょうか。僕が昔から好きなチャンネルの一つにね、ゲンさん、今チャンネル名炊事場ってなってるんですけど、そのチャンネルがあって、プロモーションで紹介されてたんですよね、この調味料2つを。まあ美味しそうでね、買っちゃいましたね。僕はヨドバシオンラインストアで購入した結果、夜に頼んで翌日の朝に届きましたね。恐ろしいです、ヨドバシエクストリーム便でね。冷ややっことかにはもちろんなんですけど、動画の通りネギトロ丼とかうどんとかにもね乗せてみて、まあ美味しかったです。特に僕はエビホアジャオが好きかもしれないですね。なんて言うんだろう、うどんなんだけど台湾混ぜそばみたいな雰囲気になりました。本当に中華系の華やかな香辛料みたいな感じです。ぜひぜひここら辺ちょっとね、写真だけで申し訳ないんですけどおすすめとしておきます。でいろいろあるんですよ、他にも。雑誌ね、雑誌。これは前も紹介した&プレミアム特別編集の一人時間の雑誌なんですけど、最近購入したのは中古でそれぞれ700円800円ぐらいで購入したカーサブルータスです。2021年12月号のワークスペース特集と2022年2月の、マイホーム2022、この2つはね、僕名作だと思っててめちゃくちゃ好きなんですよ。 Kindle 版はもう持っていて好きなタイミングで読み返してたんですけど、なんか紙の本でもちゃんと持っておきたいなという感覚があり、であとなんかね、誰か家に来た時とかにパラパラめくるのも面白いじゃないですか。実際友達の家行って友達が置いてる雑誌とか結構読んじゃうんですよ。なので、僕も好きなものをちゃんと紙で置いときたいなということでここら辺を購入しました。なんだかんだもうこれらは4年前ぐらいなんですね。びっくり。この2つは結構おすすめなので Kindle 版だけでも見てみてください。僕の家に来た人はこれちょっと読んでいってねって感じ。ここら辺が今のところ僕のお気に入りの雑誌です。充実させていきたいと思います。そう言ってこれですね。続いてはよいしょ、開封しましょう。何かというと、ネックウォーマーです。この季節にね。NF サカナクションのなんだろう、簡単に言うと別プロジェクトみたいな感じなんですけど、アパレル系とかのアイテムが充実してきていまして、年末にもシェルパーカーとかシェルパンツがセットアップを購入したりしていて、で値段の割にめちゃくちゃクオリティが高いんですよ。ネックウォーマーもその延長で買ったんですけど、購入が年末くらいで、分かってはいたんですけど届いたのは今で今日に関してはもう気温20度ですからね今ちょっと今年はつけるタイミングがないかな。表面がこのダークグレーで、この裏側はブラックリバーシブルで
使うことができるようになっています。正直ねこれもう多分今購入できないと思うのでなんか細かく紹介してもな感はあるんですけど、 NF サカナクション好きな方は是非会員に登録してみてください。 NF メンバー結構ね特典充実してますし、アイテムもいわゆるこうファングッズとはちょっとレベルが違うようなものづくりをされています。この NF とかあと山口さん主催のYI とか結構追ってるといいものが揃っているのでぜひぜひチェックしてみてください。これはねちょっとでも遅いな、2月に届くのちょっと、もう少し早かったら嬉しかったなとは思いつつ、結構ねでもこれもしっかりしてるので来年の楽しみにしときたいと思います。あんまり参考にならないものばっかり紹介してますね。ちょっとこちらです。パッと見てわかる通りですね、これスマートロックになります。今までずっと僕スイッチボットのロック系をずっと使ってたんですよね。本当に一人暮らしの時からいろんな機種変をしつつも 2,3 年ずっと使ってたんですけど、ちょっとそれが壊れてしまって、で新しいものを買おうかなと思った時に、今まで割とずっとスイッチボットばっかり使ってたのでセサミはどうなんだろうということで購入してみました。セサミのロック系めちゃくちゃ安いんですよ。スイッチボットに比べてもだいぶ安い値段で一通り必要なものが揃います。購入したのがこのセサミ5スマートロック、こちらと指紋認証用のこのセサミタッチプロですね。おー、かっこいい、かっこいいっすねスマートロックにずっと慣れていたせいで最近マンションのオートロックに頼って家の鍵をあんまりちゃんと閉めないことが連発しておりまして、これはちょっと防犯意識としてまずいなということで新しいスマートロックシステムを再導入した次第です。でスイッチボットとセサミ正直エコシステムというかデバイスの種類みたいなものが多く展開されているのはスイッチボットです。なので家全体をスマートホーム化していきたいという方は、スイッチボットの方が間違いはないっていうのは事実なんですけど、一方で、単体で見ると値段が安いのはセサミだったりだとか、結構これユーザーの声とか反応とかによって即座にアップデートがかかるようなスピード感の速いブランドなんですよね。なのでメールですぐフォローが来たりだとか、意見が多かったりすると即アップデートで実装されたりだとかっていう、なかなかユーザーの満足度も高そうな、メーカーになってますね。ちょっとこれ早速設置してみましょう。なんだロックシステム外側のインターフェースですね。で取り仮説入ってるんですけど分かりやすいですねとても簡単そう。おお、入った。よし、これでいいんじゃね。よし、これ多分ね30秒から1分ぐらい抑えないといけない。よいしょ、いいんじゃないですかねこれで。おりゃー、おー、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。お、来た、指紋が追加されました。はあ、開いた。おー、導入できましたね。めでたしめでたし。正直プロダクトの作りみたいなのは値段としてどうしてもスイッチボットの方がなんていうんですか、ビルドクオリティっていうんですかね、ここら辺は高いなと思いつつも、インストールの手軽さとか、あと指紋の登録とか UI の簡単さっていうのはセサミの方が上かなとちょっと思いましたね。これは結構値段含めておすすめできるのでは。このだってロックと後ろの指紋認証を合わせて1万いかないんですよ。だからコスパでいうと断然こっちの方がいいですね。よいしょよいしょ。うわ、
おー、いいですね、いいですね。にゃはい、ということでですね、バディ、はい、こちらはサイドテーブルですね。友達先輩の、上田さんという方がデザインをされたこちらのサイドテーブルなんですが、このバディの撮影に、我が家ですねをちょっとスタジオとしてお貸ししたという経緯もあってですね、今回このバディ送っていただきました。いやー、にしても可愛いですね。見た目が非常に可愛いですね。カラーバリエーションあるんですけれども、僕の希望でダークグリーンをお送りいただきました。部屋の中でこう映えてますよね。バディはこっちが金属なんですよ。スツールの下の足の部分ですかね。で上が木材になってます。でこれ大きな特徴が、ここカパッと開くと中にここちょっとスペースが生まれるんです。こういった延長ケーブルですね。中はこんな感じで穴が開いているので、こんな感じ。おー、ちょうどいい、たまたまちょうどいい電源タップでしたね。サイズ感が素晴らしい。でここに挿したら、ケーブルをこうやって挿してこっから出すんですよ。こここんな感じ、こんな感じですよ。要はスツールを電源タップ化してしまうという発想のものなんですね。最高じゃないですか、インテリアとして。いいですね。はい、そんなわけで、いやー可愛いですね。いやーいいですね。ちょっと置き場所まだ定まってないんですけれども、これもね我が家に加えてちょっとインテリアとして楽しみたいと思います。なんかこうせっかくのギミックなんで使い道いろいろあると思うんですよね。模索したいとは思いますね。製品については概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。いやいやいや、花粉症ではないです。飲んでないです。知らない薬。最高の春ですね。やっぱ暖かいからみんな外出てる。